10年後、1997年を振り返った時、それはどんな時代だったと私たちは記憶しているのでしょうか。考えてみますと、今の日本、豊かになった反面、ふわふわと手応えのない曖昧さと、どこか重苦しい閉塞感に包まれているようです。そんな時代の空気に一番敏感なのがきっと若者たちなのでしょう。今日は今エヴァ現象とまで言われているあるアニメ作品を通しまして、若者たちが何を考え、どこへ行こうとしているのかを検証いたします。97年夏、日本の思春期の揺れる心、ありのままの姿をお伝えします。1997年、僕は小学生だった。頭の中はサッカーのことばかり。悩むことなんか何もなかった。テレビゲームも好きだったけど、1日1時間しかやらせてもらえなかった。悩みといえばそれが悩みだったかな。そうそう、中学生のうちの兄貴はアニメの「エヴァンゲリオン」に夢中だった。いつもエヴァエヴァって言ってた。僕もビデオで見たけど、その時はなんだかよくわからなかった。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。やります、僕が乗ります。エヴァの話は難しかったけど、兄貴と一緒にプラモデルを作ったりカードを集めたりしたことはよく覚えてる。この年の夏、エヴァンゲリオンの映画が公開されて社会現象にまでなったそうだ。エヴァのどこがそんなに良かったんだろう。やっぱ謎が面白いんじゃないですか。でも全然明かされてないところっていうのが、ロボットアニメっぽくないじゃないですか、話の内容が。そしてエヴァの作者は庵野という人。兄貴のヒーローだった。全部作り事ですよね、アニメーションって。あの世界に現実は基本的にはないんですよ。人々はエヴァについて、そして自分自身について語り始めた。あれ、14歳の時なんかそんないろいろ悩み抱えていたかなって考えるんですよ。自分を必要とする人がいるのかとか考えるといないんですよ。やだよそんなの。僕らは1997年をエヴァの熱い夏として記憶に留めている。この放送は日エイト、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月19日未明、東京新宿。若者たちが映画のチケットを求めて長蛇の列をなす。夜が明けるとその数はますます増えていった。彼らが目指すのはアニメ映画「新世紀エヴァンゲリオン」。初日の観客動員数は15万人を記録。観客は16歳から19歳の若者たちが中心である。もともとこのアニメは2年前テレビ番組として半年間にわたって全26話で放送された。放送終了後、その謎を残した終わり方がアニメファンの間で論議されたのがきっかけとなり、人気に火がついた。システム回復、グラフ正常位置。後に発売された全10巻のビデオ、レーザーディスクは合わせて256万枚の売り上げ。そしてコミック版「エヴァンゲリオン」は500万部。番組のシーンやセリフを載せたフィルムブックは360万部が売れた。一体エヴァンゲリオンとはどんなアニメなのか。物語の舞台は近未来の2015年。人類は使徒と呼ばれる謎の敵の攻撃を受けていた。主人公の碇シンジは14歳の中学生。離れて暮らしていた父に突然呼び出され、エヴァンゲリオンという名の巨大ロボットに乗り、使徒と戦うように命令される。そうだ。一度は拒むシンジ。こんなの乗れるわけないよ。しかし代わりに乗ることになったレイと呼ばれる少女の苦しむ姿を見て自ら志願する。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。
逃げちゃダメだ。やります。僕が乗ります。シンジの他にエヴァンゲリオンに乗るのは無表情な少女アヤナ・ミレイと勝ち気なソウリュウ・アスカ・ラングレー、2人ともシンジと同じ14歳である。次々と襲いかかってくる使徒とは一体何者なのか。時々制御不能になるエヴァンゲリオンとは何なのか。なぜ14歳の少年少女しか乗ることができないのか。さまざまな謎がゲームを解くような感覚で展開される。使徒を倒さぬ限り我々に未来はない。だがテレビ版では謎が明らかにされないまま放送終了。アダムだよ。特にファンの間で問題とされたのが25話と最終回である26話。ロボットアニメとしてのストーリーは消え、主人公の内面世界だけが描写される。僕はここにいたい、僕はここにいてもいいんだ。少年のアイデンティティの確立の様子がセリフから読み取れる。そして謎が解き明かされるとして制作されたのが今年春に公開された劇場版。しかし結局完結せず、謎の解明は夏へと持ち越された。こうした一連の動きの中で総額300億円という経済波及効果がもたらされた。オリジナルのテレビゲームは2本合わせて100万本が売れた。フィギュアと呼ばれる人形も人気を呼び、エヴァンゲリオンだけの展示会まで開かれた。16種類あるプラモデルは152万セット。2種類あるトレーディングカードと呼ばれるものは合わせて9000万枚を売った。各種グッズも500種類以上出ている。テーマ曲も大ヒット。映画版のサントラは初登場1位を記録。シングルなどを合わせてトータル336万枚に上る。さらにテーマ曲のクラシックコンサートまで開かれ、チケットは即日完売、追加公演まで出た。渋谷にあるこのバーでは客のリクエストがあまりに多いため、エヴァンゲリオンという名のカクテルを作った。ロボットの色をモチーフにしているという。エヴァ現象というムーブメントを生んだ新世紀エヴァンゲリオン。総監督である庵野秀明氏はどのようにして若者たちの心をつかんだのか。テレビで初めてのロングインタビューに応じた。なぜここまでエヴァ現象は広まったのか。新世紀エヴァンゲリオンの総監督庵野秀明氏に聞いた。ここまでその爆発的なね、若い人たちにこう受け入れられるというような予感みたいなものはありましたね。いや、少し開いたつもりだったんですよ。開いたつもり。アニメーションっていうのは要するにアニメのファンしか基本的には見ないですよね。そうですね。まあ子供と、はい、まあ、子供が見るのは当たり前だし、アニメファンが見るのも当たり前なんですよ。それをもう少し広げてみたいっていうのはあったんですね。まあ、僕と同じぐらいの年で、なおかつもうアニメを見なくなったような人が、まあ、もう一度自分たちの世代のアニメというのを見ようという。あいつ実際エヴァンゲリオンはこれまでのアニメにはないリアルな心理描写が特徴とされ、ステレオタイプのヒーローは一切登場しない。人それぞれの中に何ですかね、リアルと感じる部分が多かったんじゃないかと思います。つまりこう自分の気持ち、フィーリングにこう合う部分がいくつもあった。いくつもあったんじゃないか。その数が多かったのでここまで広がったんじゃないかと思いますね。全部作り事ですよね、アニメーションって全部いいですよ。そういうことですよね。あそこに、あの世界に現実は基本的にはないんですよ。どこにもないんですけど、自分の中に真実を感じる部分が、あったんじゃないかと思うんですよね。そこに引っかかったんじゃないかと思います。またエヴァンゲリオンの物語の設定は近未来の2015年。1999年に起きた大爆発で人類の大部分は滅び、人々は廃墟のような都市で暮らす。そして生き残った人々に対しては人類を人工的に進化させようとする人類補完計画なるものが提示される。未来に対してどちらかというとペシミスティックな感じですよね。そうですね。僕らの世代はそれを必ず持ってると思うんですよ。あまり未来にいいイメージ持たないと思うんですね。
まあかといってじゃあというのもないんですよ。まあ成り行き任せというのが僕らの世代じゃないかなと思うんですが僕らが子供の頃というのは山のように価値観が変わってるわけですよね。何度も何度も。ドルっていうのは360円だとずーっと思ってたらいきなりなんかこうドルっていうのはなんかこう上がったり下がったりするもんなのっていうのが来てですね、でドルショックってなって石油っていうのがなくなると言われて石油ってなくなるんですかでしばらくしたらいや石油はしばらくなくなりませんというでなんかトイレットペーパーがなくなるっていうのがあってですねそれもなくなってで科学っていうのはどこまでも万能で人間を幸せにしてくれますというふうにあちこちで言っててですね、でいつの間にやらなんかこう科学は悪人で自然を大事にしましょうと、また環境破壊はいかんとか公害今もう公害という言葉があるかどうかっていうぐらいありますけど、37歳の庵野監督、自らの人格形成にテレビが多大な影響を与えていることを隠さない。その頃ずっと箱の中の映像をリアルに感じる最初の世代だと思うんですよね。これは本物なんだみたいな、それはそれで受け止めた時には妙な感じなんですよね。なんかなクラスにもいるんですよ。要するに山口百恵のことを隣にいる女の子よりもよく知ってるみたいですね隣にいる女の子の方がより現実に近いはずなのに、山口百恵というのは手に届かない存在じゃないですか。テレビの中からしか出てこないし、グラビアでしか見れない存在なのに、彼女のプロフィールから何からは全部知ってるわけですよね。それが空で言えるぐらいまで、そういう友達もいたんですよ。でもそのクラスの隣に座ってる女の子のことは名前しか知らない。箱の中の現実の方がリアルに感じ取れる世代なんですよね。そういう人が「エヴァンゲリオン」を見るとそうなってしまう。オール作り事なのにリアルに感じてしまえてしまう。なるほど、そういう土壌というのはもう培われてるんじゃないかなと思います。この「エヴァンゲリオン」ファンからするとこの庵野監督というのはおそらくもう神様みたいな人なんでしょうね。1時間ほどちょっとお話をしたんですがおっしゃってることの中で、一番我々印象的だったのはですねテレビやそれからアニメの世界は全部作り事だと、しかしそれをリアルに感じるできる、自分も含めて世代なんだと、そういう世代に向けて私は作ったということが一つと、それから100人いれば100通りのね感じ方ができるようにいろんなこう仕掛けがしてあって、どっかで監督の言葉をするとその作り事なんだけど自分の中にそれを真実と感じるものがある、それできっとこう大ヒットしたんだろうなと、僕もそうだろうなと思いますね。つまり見る人がそれぞれいろいろな思いをこうエヴァンゲリオンに託してみることができるということなんですね。では実際にそのエヴァンゲリオンに魅せられた人たちはどのように自分たちの思いをエヴァンゲリオンに託したんでしょうか。巨大な空間に2万人を超える若者たちがあふれる。そこにあるのは長机と椅子、そして自分たちで作った同人誌。人気漫画やアニメのパロディを中心とした自作の漫画が売買される中、エヴァンゲリオンを題材とした作品も目立つ。皆エヴァンゲリオンを自分なりの形で表現しているのだ。普通アニメとかのヒーローものだったらこういう風になりたいなとか、なんかそういうかっこいいキャラクターとかなんですけど、なんかその辺にいそうっていうか嫌なんですよ。すごい弱いとこが際立っててみんな嫌なんですけど、でも私とかと同じなんだな。自分がこう思ってるモヤモヤしたものをなんかスパンと絵とか言葉にしてくれたところ、そういうところがなんか魂が震えるような、今までのアニメにない対象が大人のすごいアニメだったからってところ。こうした同人誌のイベントはほぼ毎週のように開かれている。朝会場に集まった出店者たちは数千円を払って長机半分のスペースを確保する。菊池由香さん26歳。彼女もエヴァンゲリオンに魅せられた一人だ。今の人もみんな持ってるようなものがあそこのキャラの誰かが一つはあったと思うんですよ。共感できるものが。彼女が売っているのはエヴァンゲリオンのキャラクターの手作り人形。同人誌イベントは自分を表現する晴れの舞台だ。
彼女は普段スーパーで試食販売のアルバイトをしている。一日中立ちっぱなしの仕事で話し相手もいない。仕事の合間のわずかな時間を見つけて人形作りを始める。1体を作るのに8時間、これを800円で売っている。儲かりませんよね。そうですよね。儲かりたいという思いはありますこれで。いや作るの大変ですからもういいです買ってってくれる人がいれば。仕事を終えて家に帰ると、もう一つの商品、ポストカードを一枚一枚手で書く。これは1枚50円。彼女の夢は童話作家になること。もともとは自作の童話を即売会で売っていた。エヴァンゲリオンをテーマに選んだのは、あるキャラクターに共感したためだ。当然私がリーダー。意義ないわね。じゃあ行きましょう。彼女が好きなのはエヴァンゲリオンのパイロットの一人、アスカ。勝ち気でプライドの高い頑張り屋の少女という設定である。自分で一生懸命考えてプラスに持っていくじゃないですか。もう本当にね、認めてもらおうとして頑張ってますから、そういうところはすごくいいですよね。人間ですから浮き沈みありますけど、頑張れば、ちょっと今を乗り越えればとか思って頑張ってほしいんですよ、私は。アスカのようにイベントに参加しながら、彼女はコツコツと童話作品を書き続けている。東京銀座、映画公開前日の朝、先行レイトショーを目当てにすでに並び始めた人々がいる。そして午後になるとその数は300人を超えた。先頭に並ぶ4人の少年たち。出すな頼むから出すな。エヴァンゲリオンっていう作品の結末をどうするのかっていう、それだけですね。本当にやっぱ結末を見届けに行きたいなと思いまして来ましたね。はい、4人は都内の進学校に通う高校1年生。知り合い程度の関係だったのが、エヴァンゲリオンについて話したことがきっかけで友達になったという。誰かの家に集まると決まってするのがテレビゲーム。彼らがエヴァンゲリオンに最初に惹かれたのは、グラフィックの斬新さや謎だらけのストーリー展開だったという。エヴァってのはすごかったなって思う反面、こいつを超えたものを作ってみたいとか、そんな大それたことを考えちゃったりして。大久保君はエヴァンゲリオンを見てから自分で絵を描くことを始めた。そのうち気づくわよ。大人になるってことは近づいたり離れたりを繰り返して、お互いがあまり傷つかずに済む距離を見つけ出すってことに。エヴァンゲリオンを見て自分が何か感動したとか、面白かったとか、そういうことよりもこう他人の考えっていうのをこう聞くようになったというか、見てその結果としてこういろんなことに触れるようになったっていうので、そういうことでは良かったことだと思うんですけど。レイ、予備が使えなくなった。もう一度だ。やっぱり僕はいらない人間なんだ。だから俺はなんか役に立ってんのかなとか考えたりするんですけど、結構楽天的なんで、なんか別に俺は俺だし俺でいいじゃんとか思って、他人が他人だしとか思ってすぐ寝ちゃうんでやっぱりなんか僕がいる意味なんですよね。それ自分を必要とする人がいるのかとか考えるといないんですよ。例えば僕が突然今いなくなったとしても、やっぱり世の中動いていくじゃないですか。でもう誰もそれで生活に
支障をきたさないですよね。で多分しばらくすれば忘れられていっちゃいますよね。それでも、やっぱり楽しいこともありますから、っていうか楽しいことがもうほとんど 99% 占めてるから、今すごく楽しく生きていけてますけど、やっぱりところどころでそういうのが出てきちゃうと、まあ4人のうち大久保君と伊藤君は週に1回数学の塾に通っている。この塾の先生もエヴァにハマっているという。神田橋浩二さん30歳。生徒たちとは年齢が一回り違うが、エヴァンゲリオンは共通の話題だ。そうすると A と B のね、A のこれ A の長さですね。神田橋さんはかつて数学者を志し、大学院まで進んだが断念。現在は医学部に入り直し、医師を目指している。はい、家に帰ると妻と2人の子供が出迎える。どうしましたか。不思議なことが起きてますね。アニメをちゃんと見たのは小学生の頃の一休さん以来だという神田橋さん。エヴァンゲリオンは時には子供と一緒にすでに10回は見たという。見てるうちになんかこっちの心の中がこうかき乱されるような感じ、そんな感じになってきたんで、これは一体なんでこんな気持ちになるのかなと。趣味のパソコン通信でエヴァの情報をやり取りする神田橋さん。彼はエヴァンゲリオンを見て10代の頃に読んだ太宰治と似ていると感じた。太宰に似てるということはですね、いやそれは僕自身とかあるいは周りのやつとか見てて、その太宰治ってこう18とか19の時こうのめり込む人がいるじゃないですか。のめり込んではぁとか言って、で僕なんかもそうだったんですけど、エヴァンゲリオンにのめり込んだのもそれになんかすごく似てるような感じはしますね。だからすごく一時期見て、これはすごいぞ言われて見てみると、確かになんかシンジとかと自分を重ね合わせて、これだよいう感じするんだけども、少なくとも僕があのくらいの年の頃14とかあるいは15、16、17、18ぐらいまではやっぱり世界はなんとなく、どうなってるのかよくわかんない不安なもんだったですよ。そして7月18日夜、ついに少年たちが待ちに待った「エヴァンゲリオン完結編」が公開された。僕の中でまだ全然消化されてないんですよね、今回の映画が。深夜家に帰った広瀬君。彼の部屋はエヴァであふれていた。彼はエヴァンゲリオンからどんなメッセージを受け取ったのか。なんか大げさな言い方もすごい嫌なんですけど、生きる上で本当生きていくって本当大変なんだなって、なんか一つ答えが見つかったからってそれだけじゃダメなんだっていう、やっぱり現実の世界に僕らがシンジがそうだったみたいに僕らもやっぱ現実の世界で生きていくしかないって、あの話の中での現実は、僕らの世界から見れば虚構ですけど、あの中では現実なわけですよね。で現実の世界で自分だけの世界で生きないで他の人がいる、辛い現実の世界で生きていくことを選んだわけですよね。少年たち4人は現実の中で生きていく。若者たちが集まるパーティー会場は大変な盛り上がりを見せている。しかし着ている服が何か違う。
彼らのこの服装、全てアニメやゲームのキャラクターを真似たものだ。コスチュームプレイ、通称コスプレと呼ばれている。ここでもエヴァンゲリオンのコスプレは人気が高い。エヴァのどこがいいんでしょうかね。エヴァのキャラクターの個性的なところとか魅力的なところとかも好きですし、あと他のアニメにないなんか深いところにあるような内容ですか。自分たちの生活の中でもなんかよくあるような、そんなすごいちっぽけな悩みとかすごいよくわかるエピソードとかよく出てくるんで、感情移入もできます。やっぱりあんまり明るくないところがいいのかな。そうなんというか、その人間の嫌な部分を表現するみたいなところって普通あんまり描かないじゃないですか。会場の中でひときわ目立っていた水色の髪をした少女。彼女がコスプレしているのがエヴァンゲリオンで最も人気のあるキャラクター、綾波レイである。綾波のすごい繊細でなんか透き通った感じのところにすごい初め惹かれたんですけれども、本当はすごい優しくって芯が強い子で、無口でもこうやってのけてしまうような子っていうか。綾波レイに魅せられた佐藤陽子さん。実は都内の大学に通う20歳の女の子。学校帰りには友達と待ち合わせて喫茶店でおしゃべり。ごく普通の女子大生である。彼女はエヴァのどこに惹かれたのか。思春期の子たちの心の葛藤があるんで、なんか本当に自分が思春期だった頃のことを思い浮かべて、なんかその気持ちよくわかるとかで、なんかすごく新鮮な感じで前向きに立ち向かっていく子供たちがすごい好きで。命令があれば。綾波レイはクローン人間という設定で感情をほとんど表に出さない。しかし徐々に人間的な表情を見せるようになる。何泣いてるの？ごめんなさい。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。笑えばいいと思うよ。無表情な綾波がどうも私自身があまり好きじゃないので、少しはこう笑うようなこう感情が生まれてきましたっていう風な感じの綾波をやりたい。失礼します。彼女は今一つの計画を立てている。綾波がエヴァンゲリオン登場時に着るプラグスーツを来月のパーティーのために専門店で作ってもらうのだ。夢があるんですよね。こういう風なプラグスーツで、レイってこんな子でとか、アスカってこんな子でこんなプラグスーツが着たいんだっていう、イメージを形にするため彼女も真剣だ。細かい部分まで説明を加える。1ヶ月後。はい、出来上がっております。パーティー当日の朝になってスーツはようやく出来上がった。やっぱり硬くなって試着をしてみようかなと。そしてパーティー会場。彼女の目指す綾波になれたのだろうか。細部に至るまでこだわったこのスーツ。値段はなんと35万円。アニメの衣装に限りなく近いものが出来上がった。やってみてすごく感動しました。なんか本当に本物のプラグスーツに着てるように作ったの初めてで、オーダーも初めてだったので、もしかしたらある人にとってはあんな子は綾波じゃないって思われるかもしれないんですけど、でもある人はあの子本当に綾波に自分のイメージの綾波に似てるっていうふうに思ってくれるので、そういうのもイベントで楽しいと思います。エヴァンゲリオンが大きく盛り上がった世界がもう一つある。それはインターネット。ホームページで自作の CG を発表する人。ファンが作ったキャラクター一人一人のページ。みんなそれぞれエヴァを題材に自分なりの世界を表現している。こうしたホームページはエヴァンゲリオンを制作したガイナックスが
画像使用を許可しただけで1000件近く。エヴァにハマった一人のネットワーカーがいる末次凛子さん。今年美大を卒業し、現在はホームページ制作中心に仕事をしている。彼女はインターネットの中でエヴァの存在を知り、実際に放送を見たのだという。彼女は美大に通っている頃、作品発表の場として自分のホームページを持った。やっぱり自分をみんなにもっと知ってもらいたい。でそのページを見て、自分を絶対分かってくれる人がどっかに必ずいるはずだし、そういう人たちがメールを送って励ましのメールとかをもらうと、自分もっと頑張んなくちゃ、発信しなくちゃって思うじゃないですか。彼女がエヴァで最初に惹かれたのは、使徒と呼ばれる敵のデザインだった。時間を見つけては絵を描き続ける末次さん。仕事ではなく個人的な絵は人から暗いと言われることが多いという。彼女は今週に2回 CG の学校に通い、自分の世界を広げようとしている。僕だって乗りたくて乗ってるわけじゃないのに。ところで初号機のパイロットはいるか？はい。話は聞いた。よくやったな、シンジ。はい。異様にこの主人公の男の子暗いよな。なんでこんなに暗いのかな、どうしてかなって疑問をふっと持たせるキャラクターだった。エヴァンゲリオンを見ていると、あれ14歳の時そんないろいろ悩み抱えていたかなって考えるんですよ。14歳の頃、私全然勉強やってなかったんです。でいつも親子三者面談とかで呼び出しされるような、別に不良じゃないんですよ、不良じゃないんだけど、やる気がない、気だるい幼少期を過ごしていたので、あんまり親に褒められるっていうことはなかったですね。中学2年、14歳の時だ。14歳の頃にお絵描き教室で絵を描き始めて、先生がすごく褒めてくれたんですよ。すごく褒めてくれたことに対してすごく自分は初めてだったんですよ。あ、褒めてくれたよ。それからもう家に帰って夜中もずっと学校時々サボるくらい絵描いててでそれがだからもう自分はこの道しかもう行く場所はない、シンジ君が結局最後エヴァのパイロットとしてやっていくしかない、自分の道はここしかないんだって思うように、周りから拍手されるように自分もここの道しかないんだな。で彼らたちはエヴァに乗ることによってその力、自分たちの認めてほしい部分っていうのをエヴァに乗ることで解消しているけど、自分の場合は今まで勉強できなくて親も全然見てくれなかったけど、絵を描いていい成績とか取ったりすると親が喜ぶやっと喜んでくれたよ、だから絵描くよっていう自分が今思えばあったな。エヴァンゲリオンを終えた庵野秀明監督、次のテーマに選んだのは意外にも女子高生。村上龍原作のラブ&ポップを実写版で撮ることになった。1997年7月19日の朝に吉井ひろみが見た夢。エヴァンゲリオンをやってる中で出てきたものの何らかの関連でそれ出てきてるんでしょう。そうですね、精神的にはつながってるもんですから、そういうことなんでしょう。その辺の子供たちのリアルっていうのは何だろうっていうのはちょっとそれは探してみたいと思います。その女子高生たちはエヴァンゲリオンをどう見ていたのだろうか。エヴァンゲリオン、知ってる？はい、知ってます。見たことある？いや、見てない。そのプリクラとかは撮ったことあります。暗そうだよね。好きな人。街とかで男がさつけてないキーホルダーの。安い
なんか頭でさ変な耳みたいなついてる。なんで流行るの？プリクラとかもできてるじゃん。そうそうそう、何気にやっちゃうしね。自分も見たいと思わないの？思わない。しかし実際にエヴァンゲリオンを見たという人は少ない。女子高生3人にテレビ版エヴァンゲリオン全26話を見てもらうことにした。エヴァンゲリオンに対する印象ってどうですか？馴染みがない。やっぱオタクっぽいとか、なんかあんまりいい印象ではなんか入りにくいって感じ。見たいとは思ったけど、わざわざお金出してまで見に来たから。ダメか。やっぱり彼女楽か。共感できる。そこがあった。共感できる。自分の価値とか、そういうのってなんか自分で決めても相手は違う風に見てるし、なんか人に嫌われたくないとか思うこととか、そういうのがなんかなんだろう、日頃思ってることがアニメに出てるから、なんかそれが共感できて。これ思ったことあるよっていうのってあった？見てて思ったわけじゃなくて、後で考えて、あ、そういえばそう思うなって共感して、自分が必要とされてるかとかやっぱり分からないから、そういうのは普段の生活でそういうことを感じることってあります？一人の時とかはやっぱり考えちゃう時あります。シンジの自分はいらない人間なんだとかいうとこに、私もこういうの思ったことあるよっていうのはある？はありますね。なんか今死んでも誰も別に気にしないかなとか。割と奥手だったので、あんまりその思春期というよりもうちょっと後になるんですけど、僕自身はね、堀田芳恵さんっていう作家がいらっしゃるんですけども、この人の本を読んで救われたかなと。つまり自分とか自然と人間とか歴史とか、自分の人生とか親とか、そういういろんなことを考えさせてくれたんですよね。だからそういうものが、みんないつの時代でもあったんだけれども、これ今エヴァンゲリオンっていうのは、その今の若い人たちがそういう人生とか自分とは何なのかとか、自分は必要とされてるかというようなことを考える一つのその素材って言いますか、教科書になってる気がしますよね。アニメだからそれに入りやすいっていうのはありますよね。で大事なのはやっぱりなんて言うんでしょうか、そのエンターテインメント性ね、つまり娯楽性、そして一方で、あえて言えば哲学性と言いましょうかね、こういうものがうまくこう融合してる。エヴァンゲリオンはやっぱりそれ成功してるんだと思うんですね。でその成功してるにはいくつかあって、巨大ロボットアニメという、で戦闘シーンがふんだんに出てくると。でそれからそういうものをなんていうんですかね、道具立てで支えているのがそのキリスト教の世界なんですよ。あれは終末思想みたいなものね。でノアの箱舟のように一回チャラになって、その後もいい世界ができますよみたいなところね。そういうものをこううまくミックスしながら、若者のいろんなこの自分に対する問いかけをね、うまくこう吸収して引っ張り込んでるなという感じもしましたね。さてコマーシャルの後ですが、台風9号に関する情報をお伝えします。さっきのエヴァンゲリオンにちょっと戻りたいんですけども、やっぱり僕思ったのは、この内面をね見つめようという若者、ここまで生きるということについて苦しんでる若者がね、こんなにまだいるんだと、それはびっくりしましたよね。びっくりしたし、はっきりと僕はほっとしたのよね。でそれは実は人間思春期当たり前なんですね。でそういうことを今回のエヴァンゲリオンは私たちに見せてくれたなという気がしますね。はい。